はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の動画、はい、年が明けてます。はい、明けましておめでとうございます。まあ年始一発目の今年の動画ということで収録させていただくんですが、はい、まず、はい、年が始まって、一番最初にすること、はい、これはまずイベントの告知です。はいはい、とりあえず大事ですからね。2月23日イベントやりますんで、よかったら概要欄貼ってきますんでご参加ください。はい、よろしくお願いします。はい、で今日はですね、今年1年始まりました。はい、ということでまずライオンさんの魂のイエンネットからになります。はい、はい、こう北千住の成り立ちを知ってる方はよくやったことがあると、まああるかもしれないですね。はい、対戦したことがある、魂の、謎めいた君主イエンネットになります。はい、今日お願いします。はい、はい、まず能力を先に説明させていただきます。はい、エスパー5マナ、3号飛行警戒威迫になります。結構スタッツ強いですね。そうスタッツ強いんですよこいつ。結構強いですね。はい、でこいつが攻撃するたびあなたのライブラリーの一番上のカードを公開します。はい、そのカードの点数で見たマナコストが奇数である場合、あなたはそれをマナコストを支払うことなく唱えてもいいと。はい、そうでないならカードを1枚引く。はい、最低でも引けると。はい、最低でも引けます。なるほどなるほど。でこいつを今日やっていくんですが、今回はレベル56に抑えていただいて、はい、はい、カジュアルということで、はい、カジュアルでやらせていただきます。はい、ご紹介をお願いします。はい、はい、はい、でもともとはね、はい、自分もうちょっとレベル高い、タクでも使えるぐらいのエンネット使ってて、その時は、まあ追加ターンとか、あとまあいわゆる強磁石系の積み込みみたいなカードも入れてて。やってたんですけど、まあそうなると結局やることが追加ターン積み込んでなんか連鎖して勝ったみたいな、まあ同じようなことばっか起きちゃうんで、まあ今回はカジュアルってことで、逆にカジュアルにすることによって多様性が広がったと。多分ゲームが毎回違う展開になるんじゃないかなっていうのを期待してます。逆にその方が楽しかったりしますからね。はいはい。でまあデッキの構成としまして、まあマナ関連が大体おおよそ半分ぐらいを占めてます。あ、そうなんですね。なるほど。まあなんでマナ加速が結構入ってます。あ、そうなんですね。なるほどなるほど。まあエスパーカラーなんで緑のマナ加速は使えないんですけど、マナファクトとか使って、まあマナ加速自体はそれなりに入ってますよと。で残り20枚ぐらいがまあちょっとユーティリティ枠みたいな感じ。でその中にデッキの上を操作するカードも入ってます。まあいわゆる渦巻く知識みたいなね操作できるカードだったりとか、あとはまあ除去だったりカウンターだったりとか、まあそういったカードが入ってます。残り30枚奇数の当たりカードとなっております。なるほど。奇数が30枚ぐらい入ると。まあ大体ですけど、大体ですね。なるほど。そんな感じです。はいはいはい。なるほどなるほど。なんでまあ3割ぐらいは当たりが入ってて、なるほど、3分の1なんですね。積み込むカードも大体3枚ぐらい掘れる。なるほど、確かに確かに。対応してるんで、まあ確率的には当たるぐらいの感じになってます。でせっかくなんで。比較的新しめの当たり枠をご紹介させていただければと。当たり枠っていうのは奇数のカードですよね。はい、奇数のカードになります。はい、でまず1枚目、ダスクムーンより恐怖を食うもの、バルガボス。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 こいつ奇数なんですね。奇数なんですよ。はい、6黒黒黒ということで9マナのカードになっております。9マナ99なんですけど、飛行反婚で5法が土地でないパーマネント三井家に入れる。やばいっすね。もう除去られないですよこれは。やばいっすね。で相手がいずれのかの領域からカードを対戦相手の墓地に置かれるならそれを代わりに追放しますと。であなたのターンの間これによって追放されているカードをプレイしてもよい。でこれを唱えるためのコストはマナコストを払うんじゃなくて、マナ総量に等しい点数のライフを支払うことで払うことができると。ライフ払えばどんどん使えちゃうと。なんでまあすごい強いです。単純に強いですこれ。この99反婚ですからね、飛行の。もう9マナ99飛行反婚って5法がもうほぼほぼね呪言みたいなもんですから。っていうのがもう単純に強いし、もう相手パクっても強いと。なるほどなるほど。いう感じのカードになってます。いやめっちゃいいっすね。これが出せちゃった日にはね、もうほぼ勝ちみたいなもんでしょ。まあこういう感じで本当に結構インパクトのある奇数のカードをいっぱい使っていきますよという感じになります。
で次、こちらは機械兵団から多元宇宙の突破、結構これも使われてますけど、結構有名な、各プレイヤーは10枚切削しますと。なるほど、いう7マナのソーサリーなんですけど、各プレイヤーにつき、そのプレイヤーの墓地にあるクリーチャーか、プレインズウォーカーであるカード1枚を、僕の場でリアニメイトしますよという感じのカードです。なるほど。ってことは4体リアにできるんじゃないかと。対戦相手が3人いる多人数戦であれば、4体釣れます。すごいですね。っていうカードになります。自分のデッキも、今言ったバルガボスじゃないですけど、当たり枠のカードがいっぱい入ってるんで、確かに1体はほぼ確実に釣ってこれる、でかいのを釣ってこれる、強いカードが釣れるという感じになります。今回ちなみに、結構クリーチャーがいっぱい入ってます。なるほどなるほど。いいですね。逆に追加ターンみたいなカードは避けてます。なるほど。その方が楽しそうですもんね。っていう感じで見ていただければと思います。続きまして、こちらはモダンホライゾン3の統率者からなんですけど、水底の異形種というエルドラジになります。青の7マナのクリーチャーなんですけど、血色を持っているので無色です。なるほど。でまずスタッツが78なんですけど、それ以上に強いのが、この呪文唱えた時、各対戦相手につきそれぞれクリーチャーを1体ずつ選んでいきます。パワーがその合計、タフネスがその合計、でどれか一つのコピーであるエルドラジを出します。なるほど、すごいぞこれ。なんだそれ。なんで55が3体いる状態だとついでで15が出てきます。なるほど。なんでめちゃめちゃでかいクリーチャーが一緒に出てくるエルドラジ。例えばその先生とかなんかついてたら、それが先生になるってことですよね。そうですよね。1体のコピーなんで、どれかのコピーにはなるんですけど、例えばそのパワー10のエスパーの保証みたいなことができるかもしれないみたいな。そうできるんですよこれ。できるってことですよね。もう絶対に払えないですよね。っていうのも一緒に出せちゃう。でそもそも7マナ78なんですよ。であとすいません、これイエンネットの補足なんですけど、イエンネットは踏み倒すんですけどちゃんと呪文唱えるんですよ。なるほど。なんで唱えてるってことになると。このデッキエルドラジ結構入ってます。なるほど。唱えてるやつが全然いけるということなんですね。では続きまして、こちらはカルロフ帝ですね。新しい陰謀の解明者という7マナのクリーチャーなんですけど、青の7マナで飛行66、まあのスタッツなんですけど、呪文を唱えるコストがマナコストを支払うのではなく証拠収集10を行っても良いです。なるほど。なんで手札のどんな重いカードだろうが、墓地のマナコスト総数10になるように追放すれば唱えられるようになると。なるほど。これ知ってますよ。これあいつですよね。アネシの相棒ですよね、こいつ。そうなんですか。これアネシと2枚コンボなんですよ。そうなんですね。これで証拠収集アネシでずっとしていくと、ドリームホールと同じ効果なんで、これ結構有名なアネシカード、スフィンクスですもんね。そうです、スフィンクスです。そう、スフィンクス結構マナコストが高いカード多いんで、実はイエンネットに結構入ってるんですよ。なるほど。自身もスフィンクスなんで。確かにスフィンクスなんですね。これ証拠収集10できると。このデッキ基本的に5コスト以上のカードしか入ってないので。なるほど。簡単に証拠収集できちゃう。できちゃいます。すごいなこれ。確かに。で手札にかまちゃった、コスト高いカードとかを、踏み倒せますよという感じになります。続きまして、こちらはファウンデーションです。すごいぞ。新しいカードばっかり。から永遠諸行の伝令というカード。なんかすごそう。言ってしまえば瞬足を持った、発揮の天使です。なるほど。7マナ66飛行瞬足で、あなたはゲームに敗北されることができず対戦相手は勝利することができないと。なるほど。なんでこれに適当に被服でもね、制約でもつけた瞬間にね、もうねデッキによっては積むっていう負けない系のカードですね。なるほど。瞬足ついてるんで相手が勝ちそうな瞬間にもしかしたら出せるかもしれないっていうのもいいですよね。なるほど。面白いですね。なんでいいカードなんで使ってみてください。負けない系のカードが結構入れられたりするってことですよね。このカードしか入ってないと思うんですけど、入ってないんですけど、入れようと思えばでも大元の発揮の天使とか入れられるんで、そういった感じでもできるかなと思います。
はい。っていう感じで、はい、単純にでかいクリーチャーを並べていくよという感じで、戦術としてはイエンネットをなんとか出して、はい、中速してイエンネット出して、はい、イエンネットで殴って上からガチャして、こういったすごい強いクリーチャーを並べると。でもしイエンネットが除けられちゃった場合は、はい、マナ加速してるんで、はい、もう素出ししてください。なるほどっていう感じのよく素出ししてましたよね。はい、結構素出ししてるんですよこれ。普通に出してくるっていう、はい、最悪だみたいな。そう普通に7マナカードを手札から叩きつけたら相手っていう顔がするんで、はい、確かにすごいですねっていう感じになります。はい、でそろそろフィニッシュの話を。はい、確かにこれでかいの並べてどうやってフィニッシュするんだと。はい、単純にでかいので殴ったらねフィニッシュできますけどね。できるんですけど、一応あるのが、疫病風とガラクの目覚めというカードになります。はい、どちらも9マナのソーサリーなんですけど、はい、言ってしまえば相手だけラスです。ああ、はいはいはい、相手だけラスするカードが2枚入ってます。はい、これがヒットしたら、ほぼほぼ勝てるでしょうと。破滅の根本原理みたいなことですよね。要はそうです。クリーチャーとプレインズウォーカーしかいけないんですけど、似たようなもんです。そうですよね。結構いいですね。はい。っていうのがまず第1弾。はい。でもう一個あるのが、どちらかというとこれロックに近いんですけど、蝕むもの特スリルっていうカードとヘドロの怪物っていうカードがあるんですけど、こちらご存知ですか？いやこっちは分かんない。特スリルは聞いたことありますけど、こちらどちらもスライムカウンターっていうよく分かんないカウンターを使うカードになってるんです。でヘドロの怪物がスライムカウンターが乗ってるカードが基本のパワーとタフネスが22になるんですよ。なるほど。でバニラになる。で特スリルがカウンター乗ってるとマイナ1マイナ1修正がかかるんですね。で毎エンドステップに特スリルスライムカウンター全員に置けるんですよ、各対戦相手、何が起こるかっていうとどのクリーチャーも2ターン後に死ぬんですよ。なるほどなんでこの2枚揃うと、もうクリーチャーの人権がなくなります。やばいですねそれ、ヘイトめっちゃ上がるやつじゃないですか。ヘイトめっちゃ上がるし、なんとか除去ってねっていう感じなんですけど、こういう感じで、全員に、とりあえず除去って、で勝つっていうのもあります。で最後もうわけわからんコンボが1個だけ入ってます。コンボが1個入ってる。実はもう無限ターンみたいなことはもちろんねやらなくしたんですけど、わけわからないコンボ50円のカード3枚のコンボが3枚のコンボが面白そうですね。ありまして、ヒデツグとカイリっていうカードがあります。こちらが5マナの54飛行で戦場に出た時3枚引いて2枚戻すっていうのと、死亡した時に対戦相手1人選んで僕のトップデックを1枚追放します。でそのプレイヤーは追放されたマナ総量に等しい点数のライフを失うんですけど、インスタントやソーサリーであるカードをめくった場合それをマナコスト支払うことなく唱えてよいというカードです。死亡した時ですよね。死亡した時の誘発です。これと酵素蓄積のスカーブっていうカードがあります。こちらが、5マナの44、で、出た時に各プレイヤー切削にして、その後僕が、自分の墓地からインスタントソーサリーもしくはバトルを1枚ライブラリにトップデックに置くことができます。で最後の1枚がクローンの軍勢という9マナのソーサリーなんですけど、これプレイヤー1人を対象として、そのプレイヤーがコントロールするクリーチャー1体につきそのクリーチャーのコピーであるトークンを1体出します。この3枚を組み合わせると、ヒデツクとカイリがレジェンドルールによって死にます。死にますね。で死んだ後に酵素蓄積のスカーブの効果でクローンの軍勢をトップデックに戻すことができます。なるほど。で戻したカードをヒデツクとカイリでめくります。9点誰かに飛びます。クローンの軍勢となります。もう一回ヒデツクとカイリとスカーブが出ます。でまたスカーブの効果でクローンの軍勢トップに置いてヒデツグのカイリがレジェンドルールで死んだんでっていう感じで一応5マナ5マナ9マナのコンボ弱えなそのコンボ。めっちゃでもめくればみたいな。でただね一つ言えるのがこれそれぞれでそんなに弱いカードじゃないです、このデッキ。なるほど確かにヒデツグのカイリ多分殺したくないんですよ相手。確かにね、そうですね。だから倍に残り続ける54の飛行ってことですよね。でしかも3枚引いて2枚トップデックに積み込めるんで、プレスオーブできると。なんで上に何積んだか分からない状態でエンネットが突っ込んでみたいな感じにもできますし、スカーブも単純にそもそも相性がいいってことなんですね。でクローンの軍勢は別に自分のクリーチャーじゃなくてコピーできるんで、相手の盤面めっちゃ強かったらクローンの軍勢で
パクっちゃうみたいな。なるほど。はい。こともできます。はい。はい。それの一応その無限のコンボが1個だけ入ってると。はい、1個だけ入ってる。なぜか。はい。まあでもこれをコンボを狙うっていうよりはやっぱ先ほど言ったようなどちらかというと盤面作って全体的にぶっ放して勝つっていうのが基本だとは思います。一応サブプランというかサブプランぐらいで決まったらいいなぐらいのコンボです。なるほどなるほど。はい。で最後に2枚ほど面白カードがある。面白カードを。なるほど。はい。奇数の紹介させていただければと思うんですが、まず1枚目不敬な輸血というカードになります。なんかいや知らないですね。これ9マナで黒トリプルシンボルのソーサリーなんですけど、プレイヤー2人選んでライフを交換してもらいます。あーなんか聞いたことあるな。でその差分に等しいパワータフネスのホラーが出ます。これいいですよね。だから誰かが相手に100ぐらいの人がいて自分が10だとしたら90が出るっていうで自分のライフ100になるみたいな。面白いですね。っていう感じで結構ライフ伸ばしてくる人がいたら強く使えるんじゃないかなという感じのカードになっています。面白いですね。でもう1枚脅威のるつぼという。いやそれは聞いたことないな。なんだまずこれが7マナのアーティファクトなんですけれども、まず自分のコントロールしている全てのパーマネント5法2を持ちます。お強い。これはちょっとおまけなんですけど、次に終了ステップの開始時に2枚切削します。その後墓地にあり土地でないカードを1枚ランダムに追放してコピーしてそれを支払うマナコスト支払わず唱えます。面白いですね。なんで、当たりを無作為にはなっちゃうんですけど、それが逆に楽しいってことですよね。そうヘイトもちょっと下がるし、無作為なんで強いば分かんないですよこれ。だから毎回まず少なくとも2枚は切削できるんで、その中に当たりあるかもしれないし、当たりが落ちたとしても一緒にマナファクトとかが落ちているといやどっちが当たるか分かんないみたいな。いやいいなこれいいなこれこのカード7マナか。でもそう7マナ終了ステップ開始時なんで出したすぐに一応誘発するんでいいかなという感じのカードになってます。でこのデッキね組んでると面白いところが、もう毎パック奇数のデカなるほどねマナコストのカードがあるたび楽しみにできるっていうっていうのがね面白いところなんで、奇数を毎回楽しみにできるっていうね。そうなんですよ。毎回奇数のカード何来るかなっつって楽しめるデッキになってますね。8マナかみたいななんで8マナなんだむしろ9の方が嬉しいみたいな。でもちょっと意識されてる部分はあるかもしれないですよね。そうですね。いやだから逆に言うとベンチとかが10マナなのはもしかしたらこいつはダメかもしれない。なってる調整されてるかもしれないっていう。なるほど面白いですね。あとこのデッキ高評価が80にいったらもちろんリスト公開してくれる。公開いたします。高評価お願いしたいですね。あとなんかコメント奇数のそうですね、奇数のおすすめカードを本当教えてください。ありましたらコメントいただければありがたいです。あとチャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。未来に向けてハイプお願いします。今年から導入されるはずですんで、よろしくお願いします。ハイプお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。